こんにちは、自然を加工チャンネルのくにこです。今回はですね、蛇腹スケッチブックの専用画板を作ったので、そちらを動画にしてみました。ですね、前回この英語のバインダーを、多摩川自然観察スケッチ巡りの時に、使っていくっていうことでお見せしたと思うんですけど、これはですね、こういう向きでしか開かなくって、で私が描きたい、用紙っていうのはこのランドスケープ型の横開きなんですよね。でこれをこんな感じで折って、でここにつけて使いたいっていう風にお見せしたと思うんですけど、それだとですね、やっぱりここに用紙をつけて、で中央まで来たら用紙をこんな感じでずらしていかないといけなくって、でまた元に戻りたい、この辺描きたいなとか思った時とかにまたずらしたりするのがすごく面倒だっていうことも分かったし、ここにつけておくと風でこれがねプランプランしてとってもやりにくいっていうことが1回目で分かったので、その後すぐですね、自分でこの専用の画板を作ってみたんですね。でそちらの、作った様子を、この後お見せしたいと思います。まずですね、いつも DIY スケッチブックの、表紙に使用している厚さ2ミリの厚紙に印の方をつけていきました。厳密に測ってるわけじゃなくってね、これも大体です大体測って鉛筆で印をつけてるっていう感じですね。それから、カットをしていきます。厚いので何度もカッターで切れ目を入れて、切っていくっていうことをしないと厚いのでねなかなか切れないんですよね。いつも大変な思いをしてカットをしています。はい、切れたので、ちょっと試しにねこんな感じになるかなっていうのを試してみました。そしてこれは、ダイソーの紙テープですね。で、紙テープで周りを貼っていきます。最初ねスケッチブックと同じように折りたたみやすいように遊びっていうんですかね、背拍子をつけて、その間に少し遊びの部分をね溝を作ろうかと思ったんですけど、スケッチする時にその溝があると描きにくいと思ったので、用紙はその何枚もそこに入れておかずに別の封筒に入れておいて、でスケッチのたびに封筒から取り出してこのガバに挟むっていう方法にしました。はい、こんな感じで、できたので、ちょっと紙をね試験的に挟んでみました。こんな感じですね。はい、完成しましたので、水彩を塗る時に、現場でどんな風に、塗るかっていうのをちょっとね実験してみたいと思います。これは、私が手作りで作った、ミニパレットですね。ミニ水彩パレットになります。でこれをガバのねここにこんなクリップで留めて、で、用紙をガバの方に別のクリップで留めます。そしてこれはリストバンドですね。タオルージュのリストバンドを雑巾の代わりに使ってるんですけど、それは手元でね水筆を拭うっていう感じなんですけど、その他にですねパレットの方の、混ぜる部分ですね、ここをね狭いので結構ね何回もね拭わなければいけないんですよ。別の色に変えたい時に拭わなければいけないので、それをどういう風にやろうかっていうのをねちょっと考えてたんですけど、結局ですね1個でやろうっていう風に考えずに、
リストバンドはリストバンドで使って、ウエスはウエスで使うっていう方法にすることにしました。手につけるこれでいいのか。塗ってで拭いて、これでいいか。はい、仕切り直してもう一回やってみますね。リストバンドをこのぐらいの位置にねつけないとガバンを持った時にね水筆を拭うことができないっていうことが分かったんですよね。でもう一つ、パレットの、混ぜる部分を掃除するウエスについては、クリップに、こんな感じでちょっとかっこ悪いですけど、くっつけとくことにしました。で色をつけて、で、リストバンドで色を拭ってきれいにする。そしてパレットの、この混ぜる部分はこのウエスできれいにする。でそして、新たに別の色を取って混ぜて塗って、でリストバンドで水筆をきれいにして、でまた、混ぜる部分をウエスできれいにする。この繰り返しにしようかなって思ってます。なんかこれが今のところ私が考えるベストなやり方かなって思ってます。これだったら外で塗りやすいかなって思うんですよね。この蛇腹、スケッチブックを、塗るときにねいいかなと思います。というわけで、今回は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録やいいねもお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。それではまた。